では、前回の続きをやっていきたいと思います。前回は、ある検索ワードでヒットする YouTube ビデオの再生回数、タイトルや説明、チャンネルの登録者数などのデータを取得する方法を紹介しました。今回は、その取得したデータを分析し、回帰分析を行うことで、内容の良かった動画を自動で検出する狙いです。サイキットラーンを用いた回帰分析や、パンダスを用いたデータ操作、シーボーンを用いたグラフの描画などを行います。勉強されている方は、ぜひ最後までご覧ください。ビデオの再生回数は、そのチャンネルの登録者数に比例すると思われますが、チャンネルの登録者数と比較しても、再生回数が多かった動画を検出できれば、おそらく、その動画の内容が良かったと想定します。その動画の良かった点を研究すれば、自分の動画も改善できるという狙いです。ではやっていきましょう。まず、前回作成した CSV ファイルを見ていきます。前回の動画の URL は概要欄に貼っておきます。CSV ファイルは Google ドライブに保存されていますので、そちらをスプレッドシートで開きます。開いたら、再生数とチャンネル登録者数の列を選択し、挿入タブからチャートを選びます。そうすると、自動でグラフが作成されます。ここでは、X 軸にチャンネル登録者数、Y 軸に再生数を配置したいので、少々編集します。セットアップの X 軸をチャンネル登録者数、シリーズを再生数とします。カスタマイズタブからシリーズを選択し、トレンドラインにチェックを入れます。そうすることで、チャンネル登録者数と再生数に正比例の関係がありそうなことが青い線でわかります。もう少し眺めていると、青い線から大きく上に外れている点が見つかります。X 軸、Y 軸のタイトルを修正します。これは冒頭でも想定していた登録者数と比較して再生回数が多い動画ということになります。この動画を研究すれば何が原因で再生回数が多かったのか大変勉強になりそうです。これでも十分なのですが、毎回このように手作業でグラフを作っていくと大変なので、ここも自動化したいと思います。自動化といっても完全に同じことをするのではなく、機械学習ライブラリであるサイキットラーンを用い、回帰分析を行い、再生回数を偏差値のように表すことで、多く再生された動画を検出することとします。保存した CSV ファイルをデータフレームとして読み込みます。Google ドライブがマウントされていない方は、前回紹介したようにマウントしてください。必要なライブラリをインポートしておきます。シーボーンを用いて、先ほどスプレッドシートで作成した散布図を描いてみます。こちらでは、単回帰分析だけでなく、多項回帰も念のために行ってグラフにしています。では、機械学習を行うためにデータを加工していきましょう。データフレームにデータの入っていない部分がないか確認します。チャンネル登録者数が取得できていないチャンネルなどがあった場合は、データフレームから削除しておきます。回帰分析を行う前に、簡単にそれぞれの相関関数が見れるので確認しておきます。プラスであれば正比例、マイナスであれば反比例ですが、ここでは再生数と高評価数、コメント数は正比例の関係です。あくまでこれは因果関係ではなく、数字として単に正比例の関係ですということですね。そしてチャンネル登録者数も正比例の関係です。ですが、チャンネルのビデオ数とは緩やかな反比例の関係がありそうです。これは予想していなかったのですが、
データ数が50個以下であることや検索ハードがマイナーであるため特殊な状況なのか、もしくは本当にそうなのか、ここでは想像するにとどめます。では回帰分析で予測したい目的変数と予測に用いる説明変数を作成していきます。 y には予想したい再生数を NumPy 配列にして代入します。 x には説明変数である動画公開日からの日数、チャンネル登録者数、チャンネルの動画数を代入しておきます。 LR にはリニアモデル、ドット、リニアリグレッション、空き括弧と代入してインスタンスを作成します。こちらが機械学習のモデルとなります。 LR、ドット、フィット、空き括弧とすれば機械学習ができてしまいます。簡単ですよね。ちなみに X はこのようなデータ、Y はこのようなデータとなっています。では先ほど学習したモデルを試しに使って登録者数1人、チャンネルのビデオ数は1つの場合、動画公開初日の再生数を推測させてみましょう。簡単に関数を書き、それぞれ数字を代入していきます。36,000人となりました。これはとても多すぎます。これにはいろいろな原因がありそうで、データの数が50以下しかないことも原因ですが、もっと大きな問題は変数のばらつきです。 df、ドット、ディスクライブ、空き括弧を実行します。そうすると再生数、チャンネル登録者数、動画数はそれぞれ平均4万人、20万回、480本と桁がそれぞれ大きく違い、機械学習に悪影響を与えます。そのためデータを標準化してから再度回帰分析していきたいと思います。こうすることで平均0、標準偏差1のデータに変換することができます。では標準化されたデータでもう一度線形回帰モデルを学習させます。モデルを使い予想される再生数を作成しデータフレームに追加します。そして実際の再生数との差をバズインデックスと名前を付けデータフレームに追加します。元のデータフレームに結合させたいのですが、カラムが同じ名前になるといけないので名前を付け直して再度結合させます。結合させたデータフレームを DF バズと名前を付けました。このデータフレームを Google ドライブに保存しておきます。データフレームのうちバズインデックスが0以上のものを抽出します。はい、これで出来上がりです。これらの動画が登録者数と比較して何かしらの理由で多く再生された動画、つまりその動画を学べば自分の動画も改善できると思われます。ここまでできればコードを Python ファイルに変換し定期的に実行させたり、この検出された動画をセレニウムを用いて
自動でブラウザで開いたりすることもできそうです。ちなみに、あなたが今見ているこの動画が1週間後に再生される数を予測してみたいと思います。1.3 となりました。さて、どうなるでしょう。楽しみです。はい、いかがだったでしょうか。もし面白い、こんな動画がもっと見たいと思われたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。